皆さんこんにちは。おちょぴっとワークショップ TV へようこそ。私の名前はおちょさんです。私のチャンネルでは主に Z33 やスイスポのメンテナンス動画を上げています。さて今回はあの有名工具メーカークニペックスから便利で機能的でそしてかっこいいツールをたくさんご紹介します。そろそろクリスマスが近いことからクリスマスにちなんだ素敵なアイテムや今回の一番の目玉である今年発売されたばかりのカッターナイフカッティクスなど見どころ満載のツールを全部合わせて9つ用意しましたので皆さん飛ばさずにちゃんと最後まで見てくださいね。それではおちょぴっとワークショップ TV スタートです。皆さんは自分の車やバイクをいじったことはありますか？この動画を見ている人の中には私みたいに素人ながらに車やバイクのメンテナンスをしている人もいればプロとしてお仕事をしている人もいるでしょう。そんなサンデーメカニックからプロのメカニックまで口を揃える有名なフレーズがあります。それは握り物といえばクニペックス。まずはそんな握り物たちを紹介していきましょう。それでは早速一つ目のツールを紹介していきましょう。こちらです。クニペックスのツインフォースニッパー。品番は7372180。全長は 180mm、質量は 280g。まずこの持ち手の部分をご覧ください。赤と青2色でデザインされた太めのグリップ。このグリップはコンフォートグリップといって2種類の素材で作られており手にかかる負担を軽減してくれるんです。また付け根の部分を見てください。少し盛り上がってますよね。ここに指が引っかかることによってしっかり力を加えられるようになってるんです。このコンフォートグリップシリーズのツールは通常のものより少し値段は高くなりますが使いやすさにさらに特化したツールとなっています。このニッパーの特徴は何といってもテコの原理を使った切断力。ここに普通のニッパーとツインフォースニッパーの2種類ご用意しました。まず普通のニッパーでワイヤーを切っていきます。次にツインフォースニッパー。このように太いワイヤーでもかなり簡単に切断することができます。このニッパーはテコの原理を使っているので従来の商品と比べて最大 50% も切断能力がアップしているんです。それがどういうことかというと非常に少ない力で切断できるっていうこと。つまり手にかかる力を和らげてくれます。力の弱い女性にも嬉しいニッパーね。皆さんはハイブリッドって好きですか？プリウス？違います。ハイブリッド車ではなくハイブリッド。あるものとあるものを組み合わせてより良いものを作るということ。2つ目にご紹介するのはそんなハイブリッドな工具プライヤーレンチです。品番は8602180。この工具はプライヤーの掴む機能とモンキーレンチの回す機能が一つになった超画期的なプライヤーなんです。まさに工具界のサラブレッド。ここを見てください。掴み面が完全にフラットになっています。さらに磨き加工もされているから柔らかい素材のボルトやナットも傷つけずに作業ができます。先ほど紹介したツインフォースニッパーと同じようにこのプライヤーにもテコの原理が使われています。なので握る力の10倍もの力を先端に加えることができます。握って開いての繰り返しでボルトナットを早回しすることも可能。他にも鉄板を曲げたり掴んで押さえたりこれ1本あるだけで様々な場面で活用できるんです。3つ目にご紹介するのはこちらテレフォンプライヤー。これはロングノーズプライヤーいわゆるラジオペンチなんて呼ばれている工具です。品番は2925160。全長 160mm、 質量は 139g、 口先までの長さは 54mm です。このプライヤーの特徴はまず1つ目にとってもスリムだということ。なので細かい作業や狭い場所での作業にもってこいなんです。そして2つ目、掴み面がクロスカットになっているということ。一般的なプライヤーは横溝になっていることが多いですがこのプライヤーではクロスカットを採用しています。横溝だけだと正面から掴んだ時にはいいですがサイドからだと滑ってしまってしっかり掴めません。しかしクロスカットになっていれば横溝だけではなく斜めにも筋が入っているのでどの角度から掴んでもがっちりホールドしてくれます。普通のラジオペンチで引っ張ってみます。このように滑ってしまいます。次にテレフォンプライヤーで引っ張ってみます。こんなに力をかけても滑ることはありません。
この素晴らしさ伝わってるかしら。さあどんどんいきますよ。4つ目の工具はこちら、メカニックプライヤー。品番は 3895200、 全長 200mm、 質量は 207g、 口先の長さは 73mm です。先ほど紹介したテレフォンプライヤーとかなり形が似ていますが、このプライヤーの特徴は先端がぐいっと曲がっていることです。その角度は45度。ちなみにこちらもつかみ面はクロスカット仕様になっています。こんなへんてこな形のプライヤー何に使うんだって思いますよね。実はこのプライヤーには主に3つの使い方があるんです。まず1つ目にホースの脱着です。先端が45度曲がっていることによってホースをしっかりつかみ外すことができます。固着しているホースでもつかみ面がクロスカットで滑りにくくなっているのでぐりぐりひねっても大丈夫。そして2つ目、プラグコードの脱着です。先ほどと同じく先端の曲がり具合とクロスカットのつかみ面がプラグコードをしっかりホールドしてくれます。最後に3つ目、センサーやカプラー類の取り外しです。カプラーの主な構造としてだいたい左右に爪があり、それを押し込みながら手前に引くと取れるようになってますよね。しかし物によっては固着してしまってなかなか取れないカプラーもあります。そんな時はこのメカニックプライヤーの出番です。曲がっている先端で爪を押し込み、そのままグリップを握って手前に引くとこの通り簡単に外せます。ただ物によってはカプラーを傷つけてしまう可能性もあるので、なるべく慎重に扱った方が良さそうです。さていかがだったでしょうか。へんてこな見た目とは裏腹にかなりマルチに使えるメカニックプライヤー、まさにかゆいところに手が届く、そんな工具です。続いてご紹介するのはこちら、スーパーニッパーです。品番は 7891125、 全長 125mm、 質量は 57g、 入念な焼き入れ処理が施された刃の高度は約 HRC64 度。ニッパーといえば先ほどツインフォースニッパーをご紹介しましたが、比べてみるとだいぶ大きさが違いますね。このニッパーは極めて精密なエレクトロニクス関連の作業や精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーなんです。一番の特徴は切った破片が飛ばないこと。刃先には切断片を保持するワイヤークランプがついており、破片を基板の中に落として見失ってしまったり、作業エリアを切断片だらけで汚してしまうのを防ぐことができます。実演しましょう。タイラップを用意しました。大きさは違いますが、先ほどのニッパーとこのスーパーニッパーで切り比べてみます。通常のニッパーはこのように切断片が飛んでしまいます。それに比べてご覧のようにスーパーニッパーで切ると切った破片が飛びません。また切断したタイラップの断面にもご注目ください。刃がまっすぐになっているので、このようにフラットで段差のない綺麗な仕上がりなんです。今回紹介しているこのニッパーは保持クランプがついていますが、ついていないタイプもあるようです。車いじりや配線関係の作業だけでなく、プラモデルの製作にもいいかもしれません。ぜひ試してみてください。6つ目にご紹介するのはこちら、ホースクリッププライヤー。品番は 8551250AF、 全長 250mm、 質量は 350g、 顎の開きは最大で 70mm、 調整段階は19段もあります。こちらの工具、見た目はウォーターポンププライヤーとかなり似た作りになっていますが、縁の部分をご覧ください。ここが違いです。この工具はラジエーターホースなどについているホースクランプの取り外しに特化した工具なんです。特徴としてはこの口先の部分、よーくご覧ください。ここにチップがついています。デコボコした形状のチップがホースクランプをしっかりホールドしてくれます。でもそれだけじゃありません。このチップ回転式なんです。掴んだ状態で左右にぐりぐりひねっても、回転式チップがあればどの向きでもがっちり掴んだまま離しません。また持ち手の部分にはロック機能がついています。このロック機能がまたとても便利なんです。顎の開いた状態でクリップを掴み、そのまま握るとカチッと音が鳴ります。これでロック OK。つまりずっと握っていなくても勝手にロックし続けてくれるんです。
ただホースクランプの種類によってはうまく外せないものもありました。すべてのクランプに適用できるわけではないようです。どうでしょう。ホースクランプ外しにかなり特化したこのプライヤー、お車の冷却系統などを整備するときに使ってみてはいかがでしょうか。さあ続いてはこちら、ワイヤーストリッパープレシストリップ16です。品番は 1252195SB、 全長 195mm、 質量は 180g。 これはクニペックス社が誇る超便利なワイヤーストリッパーなんです。ストリップ能力は 0.08 平方ミリメートルから16平方ミリメートルまで幅広く対応しています。一般的なワイヤーストリッパーはケーブルの太さを自分でセッティングしてから被覆を向きますよね。ですがこのプレシストリップは違います。なんとケーブルの太さに合わせて自動的に切り込みの深さを調整してくれるんです。さらにこのプレシストリップにはお伝えしたい特徴がたくさんあります。実際に使いながらお話ししますね。まず半円形のつかみ口がケーブルを中心に誘導、そのままグリップを軽く握るとパラボラ型ブレードと位置を合わせてくれます。また櫛状の刃があることで切断するときケーブルはずれることなくこの位置で維持されます。この綿密に計算されたつかみ口の精度はケーブルが細くなればなるほど発揮されます。そして調整ダイヤルもついているので、硬かったり柔らかかったりするケーブルや作業場の気温の変化にも柔軟に対応できます。被覆に応じて切り込みの深さは合計16段階にも微調整できます。もちろんワイヤーカッターもついています。銅およびアルミのワイヤーを標準ケーブル16平方ミリメートルまでの切断が可能です。場所はここ。このプレシストリップを持って作業をしているとき、目に見える位置についているので誤ってケーブルを切断してしまうミスが減ります。切断動力も問題なし、断面も非常に滑らかです。さらにそれだけではありません。買えば買い顎の交換ができるのも特徴の一つです。一般的なワイヤーストリッパーは買えばの交換ができないものが多いですが、このプレシストリップはシンプルな手順で簡単に買えば交換が可能。長く使えるのがとってもいいですよね。ハンドルの裏には名前を書くスペースもあります。プレシストリップ16、これがあれば面倒だった配線作業もかなり効率的に簡単に、そして安全に進めることができます。どう？気になりませんか？ここに来てようやく私がサンタ帽をかぶっている理由をお話しできる時が来ました。そう、世間はもうクリスマス。皆さんはもうプレゼントは買いましたか？次にご紹介するのはそんなクリスマスにちなんだ工具です。それはというとこちら、今シーズン限定クニペックスのクリスマスギフトパックです。限定商品なんです。重要なことなので2回繰り返してしまいました。まず箱からとっても可愛いですよね。早速開けて中身を見てみましょう。わーお、とっても素敵なポーチが入っています。このポーチただのポーチじゃありません。このツールポーチにはお伝えしたい特徴がたくさんあるんです。まず分厚くて高級感のある生地、ステッチもかなりしっかりしています。蓋の部分にはクニペックスのラバーロゴがついています。そして後ろを見るとベルトループがあります。腰につけて作業をしながら工具を出し入れできます。またこの部分は開閉できるようになっていて、ベルトに通すだけでなく挟むことも可能です。さらにそれだけじゃありません。ツールポーチの左右にはペンホルダーもついています。どうでしょう、ポーチだけでもかなり使い勝手が良さそうですよね。ではポーチの中身も見ていきましょう。まず一つ目にこちら、コブラウォーターポンププライヤーが入っています。ミニサイズ、ちっちゃくてとっても可愛いですね。こちらは全長 125mm、 質量は 85g。 顎の開きは最大で 27mm あります。調整段数は合計13段。クニペックスといえばウォーターポンププライヤーです。小さいからといって侮れません。優秀なコブラです。そして次にこちら、ケーブルナイフです。刃を閉じた状態での全長は 120mm、 質量は 85g となっています。刃を出す場合はこのひし形のマークの部分を持って引っ張ります。そうすると安全に刃を出すことができます。刃先が出た状態での長さは 200mm です。また刃先の部分は 80mm となっています。刃の素材は錆に強いステンレス。
先端のナイフの部分では切断作業ができるようになっています。切れ味も抜群です。さらにもう一つ、根元にはケーブルカッターもついています。電気関係のお仕事をされている方にはかなり重宝するのではないでしょうか。では次にグリップです。カーブを描いた樹脂製のグリップは非常に握りやすい形状となっています。刃の収納もこんな感じでとっても簡単。いかがだったでしょうか。工具だけでなくツールポーチにまで細部のこだわりを見せるクニペックスの今シーズン限定クリスマスギフトパック。自分へのご褒美に、家族や友達、職場の方へのプレゼントに、今年のクリスマスプレゼントはこれで決まり。さあついに最後の工具紹介となりました。皆さん大変お待たせいたしました。最後にご紹介するのは2021年待望の新商品、クニペックスのカッターナイフカッティクス。なんだか私とっても興奮しちゃってます。まずこの箱を見てください。 Not for sale Not for sale、 つまり非売品って書いてあるんです。もちろんカッティクス自体は販売しています。このセットがいわゆるインフルエンサーキットというもので、クニペックスジャパンからこの動画を撮るにあたって送っていただいたものなんです。本当にありがとうございます。今日はたくさんのクニペックス工具を紹介してきましたが、このカッティクスの紹介をもってこの動画は終わりです。鳥を飾るにふさわしい見応えのある紹介をしていきたいと思います。それでは早速開封してみましょう。オープン。わー、とってもクールです。かっこいい。冒頭でもお話ししましたが、クニペックスといえば握り物、ウォーターポンププライヤーやペンチ、ニッパーなどが有名で、そんなクニペックスがカッターナイフを販売したと聞くとかなり不思議ですよね。私もそう思います。さあ、では中を見てみましょう。何かしら。紙が4枚入っていますね。まず1枚目にクニペックスの商品開発の方からのメッセージが書いてあります。そして2枚目にはカッティクスの主な特徴について書いてあります。3枚目にはカッティクスの刃についての特徴が書いてありますね。これらについてはこの後詳しく説明していきます。最後に4枚目です。デモマテリアルと書いてあります。これはこのキットの中の試し切りの材料として入っている素材についての説明ですね。素材を一つずつ見てみましょう。フローリング、カーペット、コルクボード、クッションフロア、アルミニウムボード、そして最後に鉛筆です。これらの素材を試し切りしてみたいと思います。ではカッティクスを取り出してみましょう。わーお、とってもかっこいいです。実際に手に取った人たちはこのかっこよさに圧倒されることでしょう。クニペックスのカッターナイフカッティクスです。品番は 9010-165BK、 全長 165mm、 質量は 270g。 持ち手には横溝がついています。また親指の当たる部分は盛り上がっており、力を入れた時にしっかりグリップする仕様です。側面には青色のスライダーが2つついています。左側のスライダーを動かすことで刃の出し入れができます。カッターの刃は垂直方向から力をかける分にはいいのですが、使い方によっては少し斜めから切りたい時もありますよね。しかしそういった使い方をすると刃はたわんで折れやすくなってしまいます。そんな時に使うのがこの右側のスライダー。このスライダーを動かすと、なんとスタビライザーが出てきてくれるんです。この優秀なスタビライザーがあることで、どの角度から切り込んでも刃はたわみません。折れる危険性もなくなります。このカッターのハンドルの中には替え刃をしまうスペースがあります。こうやって引っ張ると簡単に取ることができます。ここには合計2枚の替え刃を収納しておくことが可能です。替え刃の交換もとても簡単。刃を最後まで出し切ったらくるりと回転。後ろにある青いボタンを押すだけ。このボタンを押しながら刃を引っ張れば簡単に刃を取ることができます。ただくれぐれも怪我をしないように気をつけてくださいね。それではキットの中に入っていた素材たちを試し切りしてみましょう。おー、ご覧いただけましたでしょうか。このように申し分のない切れ味です。バッサリ切れています。
このカッターナイフ、見た感じかなり重厚感のあるボディをしているように見えますが、本体はプラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジングを採用。実際はかなり軽いカッターです。説明が長くなってしまい申し訳ありません。いかがだったでしょうか。今年の新作カッターナイフカッティクス、とても人気な商品です。さて今回はクニペックスシリーズから9つの工具を紹介しました。皆さんいかがだったでしょうか。気になる工具はありましたか。皆さんの工具選びの参考になれたら幸いです。最後までおちょびっとワークショップ TV をご覧いただきまして本当にありがとうございました。実はこの後おまけがありますので、ここで画面を閉じずにこのまま待っていてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。最後まで見ていただいた皆さんに一つお知らせがあります。実はですね、私この度、OCP ツールズというですね、工具販売を始めることになりました。OCP ツールズと言いますと、今ベースでオフィシャルグッズというか、公式グッズですねを、ステッカーとかあとキーホルダーとかを売ってるんですけれども、それとは別にですね、工具をメインで取り扱った、販売サイトを作りましたので、今回このご紹介させていただいたクニペックスの工具は全てそちらのサイトに、載せておりますので、ぜひですね、この中の9種類今回紹介したんですけれども、この中の工具で一つでも気になるものがありましたら、概要欄に新しい OCP ツールズのサイトの URL 貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。そして今後もですね、OCP ツールズの工具販売はどんどん進化させていきたいなと思っていますので、クニペックスだけではなく、いろいろな他のメーカーさんの工具もですね取り扱っていったりとかしていきたいなと思ってます。基本的にはですね、私が以前から動画で使っている工具とか、普段作業している時によく使う工具とかをメインに、取り扱って販売の方を、最初はしていくんですけれども、他にも、ホームページ内見ていただくと分かるんですが、たくさんの種類の工具があります。で、その他在庫してない商品に関しては、取り寄せっていう形になってしまうので、受注販売っていう感じになってしまうんですけれども、そういった対応もできますので、ぜひ商品ページにそういった欄がございますので、そこからご注文いただければ在庫がない商品もお届けすることができるので、ぜひ見てみてください。で、詳しい内容はですね、Twitter やインスタ、もしくは YouTube のコミュニティの方でまた発表させていただきますので、そちらをぜひご覧ください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いなと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それから各種 SNS もやっておりますので、ぜひ Twitter、インスタ、フォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。メリークリスマス。